皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらの Amazfit GTR mini の1ヶ月レビューをお届けしていきたいと思います。早くもですね、1ヶ月経ちましたけども、最初に出しました開封レビューの方をすでにご覧になっていただいている方もいらっしゃると思いますが、それ以降に検証してきた、いろいろ調べてきた点も含めて1ヶ月レビューという形で良かった点と気になる点をまとめていきたいと思います。そしてレビューを始める前に少しね、秘宝がありまして、ここ見ていただくと分かりますが、ここに線入っているの分かりますでしょうか。ここになんと傷がついてしまいました。こうちょっと触ってみるとちょっとね、引っかかりが若干あるなというのを感じます。かなりこう下の方にも引っかき傷になっているので、当たったまんまこう動いてしまった感じがしますね。いやー、めちゃめちゃ残念ですね。保護フィルム貼っとけばよかったなというふうに思うんですけども、やっぱりねこういったこともありますので、保護フィルムねぜひ貼ってみていただければなと思います。気を取り直しまして、では本日も行ってみましょう。ではまず1ヶ月使ってきた中で良かった点について早速ご紹介していきたいと思います。まずその一つ目。やっぱりですね、それはこの操作系統になりますけど、分かりやすいっていうことと操作しやすいっていうことになります。もっと踏み込んで言うならば、いろんな機能がこのようにね、入っていますけど、それぞれの機能に対してアクセスがいろんな方面からできるっていうのがすごくいいなと思いました。例えばになりますけど、このホームから左側に行きますと、こういったね、睡眠モニタリングを今設置してあったり、タイマーをね、設置してあったりしています。あとこちらには世界時計を設置してあります。前々からお伝えしていますが、睡眠モニタリングの結果をすぐね、確認したいので、ここでもいいですし、こちらにもすぐ見れるようにしてあります。今日ね、めちゃめちゃ寝てますでね、10時間24分ってなっていますけど、このようにアクセスしやすいところにすぐね、配置できるようになっています。ですので、例えばこの睡眠モニタリングの結果をサイドボタン長押しでここに持ってきてもいいわけですね。よく使う機能に対してアクセスしやすいように、この ZEPOS がカスタマイズできるっていうのがすごくいいなと思いました。例えば設定に行くときもそうなんですが、このサイドボタンを押して一番上にね、このように持ってきておけば、設定に入ることが簡単になりますし、もしくはこの上から下にスワイプして、ここにありますけども、ここもタップすれば簡単に設定にアクセスできるようにできます。こういった意味でよくね、この ZEPOS っていうのは本当に考えられてるなと思いました。こういった意味でね、操作がしやすいっていうのは、やっぱり長く使っていく上でもすごく重要な要素じゃないかなと思います。しかも動きが非常に滑らか、サクサク動いてくれるのがいいなと思います。めちゃめちゃ滑らかですね。では次の点になります。それはですね、この文字盤に関してなんですが、文字盤のそれぞれここにね、バッテリーの残量、そして心拍数、こちらには歩数の部分がありますが、これらをタップしますと、それらの機能にショートカットしてくれるっていう機能になります。これがやっぱりね、使い勝手めちゃめちゃいいんですよね。では心拍数のとこね、ちょっとタップしてみたいと思います。はい、このように心拍数の結果ですね、すぐ見れるようになりますし、さらに腕につけておけばすぐにね、測定してくれるってことになります。また歩数のところも見てみたいと思います。本日の歩数になりますが7133歩ということで、このようにね、すぐに詳細情報を見ることができますし、また脂肪燃焼時間とかね、その他のステータス情報についてもすぐ見ることができるようになっています。こういった文字盤にショートカット機能を割り振ることによって、それぞれの機能にもさらにアクセスしやすくしてやるっていうのも、このやっぱりね ZEPOS っていうのはすごくいいなと思います。ちなみに文字盤を長押しして、この時計のマークですね、タップしますと、このそれぞれの機能をさらに変更することができます。正式名称はコンポーネントと言います。先ほどの心拍数のところを、例えばそうですね、天気に変更してみたいと思います。はい、これでここの部分がね、心拍数から天気に変更されました。タップしますと、このように天気情報に飛んでくれるわけですね。こういう風にやっぱりよく使う機能を割り振ることができますので、使い勝手っていうのはすごくいいなと思います。では次の点になります。結構ね、これは気になる点だと思いますが、最初の動画でお伝えした開封レビューでは AOD のモードで何日間ぐらい持つのか、そして AOD をオフにした時ですね、常時点灯モードをオフにした時にどれぐらいのバッテリー持ちなのかを少しね、検証しただけでしたので、なかなか詳細をお伝えしきれてなかったので、以降ですね、毎日バッテリーの残量の計測をしてきました。まず最初に AOD をオンにした時の結果になります。まず初日 100% からスタートしています。そして1日経った24時間後になりますけど、88% の残量になりまして、前日は 12%。この調子でいって5日目の11時30分ですね、0% になって
って終了ということになります。そうしますと1日あたり約 20% ほどの消費ということが分かりました。結果として約5日間ほどのバッテリー持ちということになりました。ですので AOD を使っている状態で5日間ほど持つということであれば、他社のスマートウォッチで AOD 使った場合1日ぐらいで終わってしまうというパターンもありますので、それをもってしてもね、もう5日間ほどですので、平日の仕事行っている間はほぼ持つということになると思います。そのあたりね、非常に優秀だったなと思います。そして次にお見せしますのが、常時点灯モードをオフにした場合、AOD をオフにした場合のデータになります。初日14時に 100% になっています。そして1日経過した24時間後は 95%、前日差は 5% になります。最後12日目になりますが 0% になりました。これはですね、平均していきますと、だいたい1日あたり 8% ほどのバッテリー消費になっていました。そうしますとね、結果として約12日間ということになるわけですね。ただこれね、データを取ってみていろいろ気づいた点ありましたけども、まず満充電した時と、そして空になる 0% になる手前直前ですね、そのあたりでは減っていくスピードっていうのが非常にゆっくりになりました。これはですね、いろいろバッテリー制御している OS 側の動きだと思いますけども、平均してずっと減っていくっていう感じではないわけですね。これはメーカーごとによって動きっていうのはだいぶ違うと思いますが、 Amazfit GTR mini に関しましてはこんな感じでバッテリーが減っていきました。でもね、12日間持つっていうことであれば本当にね、何の不自由もしないなというふうに思います。そういった意味でこのバッテリー持ちっていうのはめちゃめちゃいいなっていうのがこの表からもわかるんじゃないかなと思います。そしてこのデータに関しましては前もねお伝えしていますけど、ヘルスケア関連になりますが、ストレス測定をオフにしてあって、スタンディングっていうのがありますね。1時間ごとに1回は立ってくださいねっていうリマインダーが来るモードありますけど、そちらもオフになっています。プラス GPS を使った屋外ウォーキングを毎日行っています。その上でのデータになりますので、これよりもね運動されないよっていうことであれば14日間ぐらいカタログスペック値と同じぐらい持つんじゃないかなと思います。とはいえ GPS1 時間毎日使ったとしてもこれぐらい持ちますので、本当にバッテリー持ちに関しては優秀じゃないかなと思います。では最後に良かった点になりますが、歩数計の精度が結構優秀だったという点になります。とはいえですが、基準となる歩数がありませんので、どうやってそれをいいのか悪いのかということを判断する指標を見出すかということになります。私の場合は歴代のスマートウォッチ、これまでに何台もスマートウォッチを使って屋外ウォーキングの5キロのコースを何度もねいろんなスマートウォッチをして検証してきました。その平均を今表に出してあります。一番上のね部分になりますが、歴代スマートウォッチ平均とありますが、ここで距離が 4.88 キロになっていますね。5キロのコースだと思っていたんですが、いろいろやってみますとね 4.88 キロになっていました。そして消費カロリーですね、365キロカロリーの消費があります。そして歩数も平均しますと6754歩でした。これがいろんなスマートウォッチやスマートバンド GPS が搭載しているかしていないかかかわらず、6754歩が全てのスマートウォッチバンドで平均の歩数になっています。その上でこの表を見ていただきますと、まず3月9日ですね、一番下の部分になりますが 4.84 キロの距離でカロリーは428キロカロリーの消費、そして歩数が6571歩という風になっています。で、直近ですね、4月5日になりますが、距離は 4.81 キロ、消費カロリーは453キロカロリー、そして歩数が6790歩となっています。こんな感じでですね、4回計測をした表を出していますが、4回分を平均しますと赤い文字の部分になりますね。距離は 4.8 キロ、消費カロリーは 382.7、歩数は6718歩と出てきました。この表を見ていただくと 4.8 キロほど歩いて36歩の歩数の差っていうのはどう見るかっていうことだと思いますが、いかがでしょうかね。限りなく精度は高いんじゃないかなというふうには個人的に思いますね。というわけで歩数計として見た時にこの GTR mini 非常に精度が高いっていうことが言えるんじゃないかなと思いますので、この GTR mini のデータを参考にしていただければなと思います。ではこの後にですね、1ヶ月使ってきた中でやっぱりここが気になったなという点についてお伝えしていきたいと思います。気になった点について後半はお伝えしていきたいと思います。まずその一つ目、すでに皆さんご存知だと思いますが、この GTR mini には Alexa が搭載されていませんでした。というのはですね、こちらの Amazfit GTS4 mini ですね、同じミニシリーズになりますけど、こちらには Alexa が搭載されています。今ね、こちらの方に表示してありますが Alexa と書いてありますね。今設定がされていませんので、このようにね、ちょっとアクセスすることはできませんが、この機能がこの GTR mini には
入っていなかったんですね。最初はやっぱりね、Amazfit といえば Alexa 搭載っていうのもありましたので、このまさかね、ミニシリーズでこちらには覗いてきたっていうのはちょっと意外でしたね。とはいえ、この機能は使う方は使うわけですけども、使わない方はね、全然使わない機能になると思いますので、そのあたりね、機種選びの判断基準としてもいいのかなと思います。Amazfit GTS4 mini は Alexa が搭載されています。そしてもう一つね、気になった点になりますが、それはですね、この文字盤のバリエーションですね、100種類ほど ZEP アプリの方からダウンロードすることができますが、この今アナログ表示になっていますけども、実はデジタル表示のバリエーションというのは少ないんですね。ちなみに今私が入れていますのはこちらのデジタル表示のものにしています。こういった感じのデザインがね、なかなか凝っている感じになりますけど、シンプルながらに使いやすい文字盤になっています。当然ながらこのスタンドの部分や、そしてこの月の部分になりますが、タップしますとこのように月の出、月の入り、潮の満ち引きですね。こういったデータも出てきます。ちなみにですね、アプリの方で見ていただきますと、今ランキングで1位ですね。チャット GPT みたいな感じのデザインになっています。こんな感じですね。そして私が先ほど使っているこちらの文字盤もデジタルで入っていますね。このトップのね、ベスト3にこの2種類デジタル表示のものが入っていることを考えますと、デジタル表示ができるものっていうのはニーズとして非常に強いんじゃないかなと思います。とはいえ、ラウンド型、丸型になっているということで、やっぱりこういったアナログ時計のデザインのものを使ってほしいんだろうなっていうふうに読み取れますね。ここはやっぱり Amazfit のデザインチームっていうのがこういったアナログ表示のデザインのものに力を入れてるんじゃないかなと思います。このあたりはやっぱりデジタル表示が欲しければこういったねスクエア型の GTS4 mini かもしれませんね。はい。というわけで、今回 Amazfit GTR mini の1ヶ月レビューについてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。歩数計の精度、そしてバッテリー持ちに関してですね、そのあたりも非常に優秀だったなと思います。その他にもね、いろいろ優秀なとこありますので、非常にね、使い勝手もいいですし、他にも結構ね、良かった点ありますけど、主だったことについてお伝えしています。この動画良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。